第1話。6日目に初めての襲撃が来ました。初期メンバーは要塞壁立てたいので遠征の得意なクイーン、料理が得意なエメリンと最速農家のラーラ、クラフト速度 1.25 倍多分のポーレット入れてみました。初期の襲撃は要塞壁の小さな囲いで応戦。武器は作ってません。虫たちは攻撃対象に優先順位があるようで、襲撃者攻撃系設備ライフライン系設備の順で最短距離で攻撃してきます。障害物があれば先にそれを攻撃してきます。要塞壁のこの隙間だと人間と小さい虫以外通れません。後々襲撃に来る太った虫や大型のシュリーカーなどは通れないので、この囲いでは対処できません。ある程度の怪我はわざとさせて治療を誰か1人に任命すれば、襲撃 2.3 回で治療スキル5になり、睡眠寄生虫を改善できます。開始直後、私の場合全員で観察を行います。このゲームは観察しないと何かわからないため農業したりできません。一時停止し近場を散策しましょう。穀物布が大切です。あとは必要に応じて木材、干し草などですが、観察に時間をかけすぎると最初の襲撃に間に合いません。穀物、布だけ観察し、周辺の干し草、木、棒などを伐採しましょう。物色は時間に余裕が出てからで大丈夫ですが、この襲撃で大怪我すると治療ができずゲームオーバーとなります。殲滅後、速やかに治療や施設の修理を行い、次の襲撃に備えます。あれから2日後、2度目の襲撃です。7日目に生存者のヒューゴが合流。動作遅く気持ち的には今はいらないであろう生存者ですが、見捨てると全員の幸福度が最悪になるので仕方なく迎え入れます。ケンとかクリスタ、ビビが来てくれると嬉しいんですが、囲いの中ですが、入ってきた敵を囲むように細かく配置します。後ろに回られないように壁を背にするような感じです。囲まれると大怪我します。物色で奇跡的に医療品を大量にゲットしたので、抗体と抗生物質が作成できるまで少し安心です。クイーンは中心に置き、わざと少し怪我させます。治療スキル5になるまでは地道な努力を重ねます。大型の虫は入れないので壁を攻撃してきます。この程度の数なら壁が壊される前に小さい虫を殲滅できるでしょう。すごく地味な動画でごめんなさい。シュリーカーが来るようになるまでに火炎放射器が必須になります。もう少し後の動画でお見せできると思います。ある程度倒したら全員で1体ずつ攻撃し掃除していきますが、施設を攻撃してる虫からやりましょう。一瞬気づかず攻撃される前に倒せるでしょう。この薄茶色の虫は倒すと爆発し、緑色のガスを放出します。全員がかなり体力を削られますので、これが多いとゲームオーバーの可能性もあります。
まだ4匹もいますね。インセインだと2から3日に1回の襲撃が続きます。早いところ次回準備に入るためにも頑張りましょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。